転車を借りたんで、自転車で篠島一周してみましょう。今ここ、フェリー乗り場近くレンタサイクルのところなんで、まずここから行ってみましょうか。おんべ鯛を作る場所、伊勢神宮の御領地。ほんとすぐ目の前に日間賀島が見えますね。ほんと近いですね。いやー、しかし今日は天気はいいけど風があって寒い。今ここが目の前が日間賀島ですけど、こっち見ると昨日行った佐久島も見えますね。そういえば気になったことがあるんですけど、なんでこっちの佐久島の方だけ港の一色港、あっちからしか出てないんですかね。そんなに距離も離れてないんですから、この篠島と日間賀島とこの佐久島をつなぐ船があってもいいと思うんですけど、何かやっぱこう権利とかが絡んでいるんですかね、こういうのっていうのは。今ここの神明神社に行きましたけど、この細い道のこの坂のとこに急に現れるんですね。ここも伊勢神宮の関連してるとこなんですね。もうほんと建物の作りがまさに伊勢神宮の作りですね。今ここの八王子社に着きました。この八王子社の八王子っていうのは東京の八王子市と何か関連性があるんでしょうかね。はい、どうも。そうですね、今の女性の方もそうだったんですけど、道民の方ヘルメットしないんですよね。これはこの島で許されている特権なんでしょうか。もうみんなヘルメットしてないからもう当たり前なんでしょうね、これ。ここ帝の井、帝井、こっち帝井って書いてあって、こっち帝の井って書いてありますね。どっちが正解なんでしょうか。帝のために掘った井戸。ここから普通の水が出るっていうのがまた不思議ですよね。
海水じゃないんだな。今帝の井を見終えて、こっち側の道からぐわーっと行く予定だったんですけど、階段ばっかりでちょっと自転車行けそうにもないんで、今八王子社の方まで戻ってきて、ちょっとこっち側をずーっと走って、今度この清正の枕石、この辺までちょっと行ってみようと思います。採石跡地っていうのがあるみたいなんで、ちょっと先こっち行ってみましょう。弁財採石地、地元の座名でこの地が弁財と呼ばれていることから名付けました。これがそうなんですね。石を割り切るために矢穴を掘った穴。しかしわざわざこの船を渡ってまでここの石を取りに来たっていうには、何か理由があったんでしょうね。でもなんか普通に考えれば、やっぱ名古屋からだともっと陸地で今の岐阜県のあたりの山だとかにこういう築城に使うための石とかありそうな気もするんですけれどもね。今この篠島小学校と中学校のとこですね。清正の枕石、なんかこっち側みたいですね。もうここからは自転車止めて歩きです。そういえばさっきの採石場なんですけど、これ地図載ってないんですよね。場所的にはこの辺りだったんですけど、一つの観光地なんでこれも載ってればいいですよね。あれ、海岸線に出ちゃいましたね。あれ、これなんか絶対違う気がするな、こっち。ちょっと引き返しましょう。結局なんか分かんなくて、この小学校の校庭ところに抜けてきたんですけど、窯ありましたね。ていうかここに道ありましたね。そうかそうか、この校庭通るんじゃなくてここに道ありました。ちょっと分かりづらいですね。5分ほど歩いて到着です。さあ戻ってきました。ちょうど2時間でしたね。日間賀島到着です。早いですね。10分で着いちゃいました。今回もこちらのお店で自転車借りましたんで、さあぐるっと一周回ってきます。これがタコの形をした駐在所ですね。こういうのユーモアあっていいですね。信号が見えてきましたね。これが島で唯一ある信号機みたいですね。子供たちが島の外の本土の方に行って信号機をちゃんと分かるようにこうやって設置してるみたいですね。このビーチもここ綺麗ですね。日立古墳、日間賀神社境内には14基の古墳が築かれていた。6世紀から7世紀頃に作られた恋人ブランコですって。
今ここですね、東北東方向に佐久島が大きく見えます。これですね、ほんとすぐ近くですね。やっぱこう見るとそれなりに大きいですね。安楽寺、タコ阿弥陀仏です。でお参りください。失礼します。これがタコ阿弥陀如来。今日間賀島資料館に来てみたんですけど、残念ながら令和4年12月5日に閉館いたしました。いやー残念だ。この地図にも書いてほしかったですね、こういうのは。この島もこの民家があるところはかなり細いですね。しかしこういった車が入れないような道の細いところって大きい荷物とかどうして頼んでるんですかね。頼んだり買ったりするときに持ち運びは。西郷山でいいんでしょうか。ここも一応山になるんですね。お寺の門がこれも切り門ですね。さあ一周してきました。ちょうど1時間って感じですね。今船もほんとちょうどいい時間に今来たんで、さあじゃあ戻りましょう。常滑市の焼き物散歩道を歩いて行ってみましょう。今ここですね、陶磁器会館。そういえばここの常滑市、この常滑っていう地名なんですけど、常に滑ると書いて常滑。ちょっと面白い地名ですよね。でこれ由来何かなと思って調べてみたら、この常っていうのが床、要は地盤ですね。で滑るっていうのは滑らかっていう意味もあるんで、この辺りはその粘土層の地質だったらしくて、地盤が滑らかだから常滑っていう市の名前の由来だそうですね。この建物すごいですね。渡り廊下みたいになってる。こういう建物の基礎にこういう焼き物が使われてるのが面白いですね。ここは土管坂。これは一体何をモチーフにしてるんでしょうかね。一周できるみたいなんでちょっと行ってみましょう。こんな大きい窯で焼いてたんですね。ここにも窯の煙突がありますね。これは今でも現役で使ってるんでしょうかね。こうしてところどころに焼き物使われてて、おしゃれな道ですね。
でもこういうのって地震の時とかって大丈夫なんでしょうかね。怖いな。パン屋さんになってますね。昭和47年で使用中止。一周ぐるーっと回ってきました。1時間かからなかったですね。でちなみに今ここの専用駐車場なんですけど、昔は平日は無料だったらしいんですけど、今は全部平日も土日も関係なく有料となったそうですね。